返事をするや否や電話がかかってきた。このケトルは瞬間にお湯を沸かすことができる。子供が生まれる瞬間に立ち会うつもりだ。わさびの日本語相談室。こんわさびーむ。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日は N1 文法や否やと瞬間にの違いを勉強します。豚トカゲさん、素敵な質問をありがとうございます。この2つの文法はどちらにも A の後すぐに B が起きたという意味があります。でも言い換えできる場合とできない場合があります。なので今日はまずそれぞれの文法を確認してからいつ言い換えができるのかを勉強していきましょう。や、否や。A の後すぐに B が起きたという意味です。でもニュアンスは A と B はほぼ同時にって感じです。それくらい短い間でという意味です。動詞の辞書形プラスや否やの形を使います。返事をするや否や電話がかかってきた。ほとんど同時なので現在形の辞書形を使ってるんですね。ポイントです。これは少し意外なことが起きた時によく使います。この例文の場合、こんなにすぐに電話がかかってくるとは思わなかったというニュアンスがあるということです。そして、や、否やの後ろには命令やお願い、ある、いるなどの動詞を使うことはできません。音が鳴るや否や走れ。痛いと思うや否や手を挙げてください。瞬間に。これはとても短い時間で何かが起きたことを表す文法です。このケトルは瞬間にお湯を沸かすことができる。これは副詞、アドバーブとしての使い方です。この他に動詞の辞書形、他形と一緒に使うことができます。何かが起こるその時にと言いたい場合、動詞、辞書形、名詞のプラス瞬間にの形を使います。子供が生まれる瞬間に立ち会うつもりだ。A の後すぐに B と言いたい場合、動詞の他形、名詞のプラス瞬間にの形を使います。この3つ目の使い方。この時だけや否やと言い換えることができます。この2つのニュアンスの違いは、1つ目のアクションが起きて、2つ目のアクションが起きるまでの時間です。瞬間に。これは、まず1つ目のアクションが終わって、それからすごく短い時間で2つ目のアクションが起こります。や、否や。これは1つ目のアクションと2つ目のアクションがほぼ同時に起こります。つまり文法的には瞬間によりもや、否やの方がより短い時間でという意味になります。この2つの文法の難しいところは、言い換えができても、瞬間よりもや、否やが自然な場合と、や、否やより瞬間の方が自然な場合があることです。返事をするや否や電話がかかってきた。この文には電話がかかってくるとは思わなかったという驚いた気持ち、
びっくりした、意外だ、という気持ちを伝えるニュアンスがあります。でも、返事をした瞬間に電話がかかってきた。この文にはそのニュアンスがありません。返事をした。その後、短い時間で電話がかかってきたというファクトだけです。このように驚いた、意外だと言いたいときは、や、いなやを使うといいでしょう。では、問題です。話を聞いてイメージしてください。突然の大雨です。急いで傘をささなきゃ。傘があってよかった。雨が降ってきた瞬間に傘をさした。雨が降ってくるや否や傘をさした。どちらが自然だと思いますか？雨が降ってきた瞬間に傘をさした。こっちの方が自然なんです。確かに突然の大雨は驚いたこと、意外な出来事です。でも雨が降ってきたことに気がついた。それと同時に傘をさすのはちょっと難しいと思いませんか？雨だと気づいた。それから傘をさそうと思った。カバンから傘を出した。そしてさした。このように次の動作までにプロセスがある場合、一つ目のアクションが二つ目のアクションを起こすための理由、原因になっているときは、瞬間を使った方が自然です。もう一つの違いは、どんな文を作ることができるかです。瞬間に。これは命令などの文も作ることができます。音が鳴った瞬間に走れ。痛いと思った瞬間に手を挙げてください。どちらもプロセスがあります。一つ目のアクションが終わってからすぐに二つ目のアクションをします。では、や、いなやはどうでしたか？そうですね。命令やお願い、ある、いるなどの動詞を使うことはできません。瞬間に、や、いなや。この二つは基本的に言い換えることができます。でも、このようにできない場合もあります。気をつけましょう。いかがでしたか？や、いなや、瞬間に。この二つの違いはわかりましたか？よく似た文法、言い換えられる文法はいろいろあります。でも、ちょっとした使い方の違いやニュアンスの違いもあります。わさびの日本語相談室では皆さんからの質問をお待ちしています。コメント欄やフォームからぜひ送ってください。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。